超高級志向じゃなくて、できるだけこの限られたコストの中で美味しいものを作るかということを追求するというのをコンセプトに作っている、お肉です。たくさんの人に食べてもらいたい、毎日食べてもらいたいっていうのがやっぱりあって、僕がそもそも獣臭が嫌いで、いつ食べても十勝のポークだったら臭くないんで食べやすいよねと言ってもらえるようなお肉、臭みがなくていい価格帯で、美味しい豚肉、お気に入りの豚肉っていう、これお気に入りだからスーパーで今日も買いたいと思ってもらえる豚を今まで作ってきたと。そこだけはぶれないというところで、やってるというところですね。可愛がるのと美味しくなるのってかなりリンクする部分が多くて、豚にストレスを与えるとお肉が美味しくなくなるんですよ。愛情を持ってる方がやっぱりもちろん豚のことをよく見れるというか考えられるので、豚のことを考えて育てるということが大事かなと思います。おはようございます。お待ちしてました。お願いします。あれ一番下の弟です。十勝のポークで代表取締役をやってます、渡辺光大と言います。二農場全体で今常時2万頭ぐらいの、豚がいるんですけれども、1日だいたい100頭から200頭ぐらいが毎日出荷になります。実は一番豚に気を使うのが出荷の時です。出荷までにストレスを与えると体の筋肉に炎症が起きてしまうので、肉質ってかなり悪くなってしまいます。なので優しく無理やり押したりだとか叩いたりとかすると豚ってものすごいストレスでお肉悪くなってしまうので、優しく運べるかってことはかなり技術かなと思います。このトラックが農場に着いて、で農場からこのトラックに豚を搬入します。でこのトラックは農場内部用のトラックなので、ここから出荷デポといって外注業者に引き取ってもらう豚の置き場に持っていって、外部の車両、いろんなとこ行くんで、そこから持ってくるブロックとかを防ぐという意味で、出荷デポに入れて、で接触しないように、出荷しているというところですね。この後、ちょっと農場の中、見回ってですね、状況を確認していこうかなと思ってます。もともと自衛隊に7年ぐらいいまして、ちょっと農場を大きくするのに帰ってこないかみたいな打診があって分かりましたというところで、当時負債総額が18億ぐらいありまして、決算書も読めないような状況だったので、これ絶対これ立ち直せないなって正直思ってたんですけど、各方面の方々には協力していただいて、これならなんとか黒字化できそうですというところになって、やっとスタートしたという感じですかね。農場の成績を軽く見て、今の状況どうなってるかなと。これダッシュボード自体はざっくりとしたデータがあって、今の直近の受胎とか分娩率とか、哺乳中の事故率、離乳後事故率があって、どれだけ生まれたかというところを確認しながら、データを見ているという感じです。今日一日はちょっと農場全体をぐるっと回ってこようかなというところで、種付けから、分娩舎行って、離乳舎見て、で、肥育舎を見て、来るというところですかね。十勝のポークは2農場ありまして、GP 農場と CM 農場と呼ばれる、農場があります。農場の作り自体はですね、両方とも同じで、交配舎があって種付けをして分娩舎で子供を産ませて、でそこからお母さんのおっぱいから離れた子豚たちが離乳舎というところの子豚たちがいっぱいいるところに移動しまして、最後肥育舎に行って出荷できるサイズまで大きくして出荷するという、これが主な農場の仕事になります。そろそろ農場の方に行きたいと思います。ありがとうございます。大きな養豚の流れとしては、最初交配舎と言われるところで種付けをします。シトン上で精液を採取しまして、人工授精で種をつけるというところが最初のサイクルになります。入ったら餌くれってすごい騒ぎますからすごいうるさいんで餌ーって言ってます
餌はですね、離乳してからだと4種類。粉ミルクみたいな餌。それが、1週間から10日間ぐらい、馴染んできたなと。段階からはもう後半の餌にすぐ切り替えると。後半の餌になるとちょっとトウモロコシが入ってきて、肥育の前期という餌に切り替えて、出荷から2ヶ月前までには肥育の後期の餌に切り替えます。必要な油の量だったりだとか、お肉の美味しさ、臭み出さないための配合設計、西さんが作ってくれてるんですね。美味しくなるための美味しい餌を、豚に食べさせているというような感じですね。これで餌は終わりですね。木の発情確認して2回つけるんです。昨日の夕方と今日の朝つけるんですけど、その2回目の種付けって言って生育を注意します。はい、発情来てると豚の生理行動としてスタンディングって言って豚が動かなくなるんですよ。それが発情のサインみたいなところがあって、ここから種付けしてから21日後に最初の妊娠鑑定あります。まずはやっぱ乱暴にしないことを、例えば出血とかすると大体やっぱ種つかなくなっちゃうんで、優しく入れてあげて、しっかり受胎させることが大事ですね。ちょっと結膜炎気味なんですけど、これ調子悪いやつ、朝餌あげて体調悪いやつは治療したりして体調回復させなきゃいけないんで、もう朝餌やると大体もうこれなんとかしなきゃいけないなとか大体わかるって感じです。そう残ってる。元移動するんですよね。これがもう妊娠してこれから生まれるのがいる元のいるところで、今日はこの辺から。これが分娩待ちになってるボトンの数です。後ろからこう見てって豚の太さがやっぱり太すぎると分娩の時に産道が狭くなっちゃうんで難産になりやすい。あんまりガバッと減らしちゃうと流産の危険性あるんで、じわっとボトン見ながら餌調整をするって感じです。作業ボードになってて、今誰作業してるのかとか、申し送り事項で修理がちょっとここ壊れてるよとか、8月19日火曜日はこんだけ移動させますよとか、そんなことが書いてあって、通常の作業、異変がないかとか、これ見て調子悪いの多いねとか、これを見ると分かるようになってるって感じです。後ろ通ります。今日分娩何腹でしたっけ？6腹ぐらい生まれました。今日7腹で分娩する、産ませることと子豚を授乳して育てること、これが分娩舎になります。豚の生態的にお母さんから子供に病気の耐性をつける移行抗体というのがですね、ない状態で生まれるんですよね。母親から最初に出るおっぱいに関してはその免疫が入ったおっぱいが出て、でそれを子豚が飲むことによって移行抗体が成立するという動物なんで、その初乳をどうしっかり飲ませるかが豚を健康に育てる、もう一番大事なところと言ってもいいぐらいなところです。あんまりまだ生まれたてなんで目が見えてない状態で、おっぱいは本当に匂いを頼りにおっぱいを探しておっぱい飲んでるって感じです。なんか微妙にごめんね。今分娩処理って言って産んだ後に尻尾を短く切るんですけど、尻尾結構見てたら分かるんですけど、プルプルしてはじられちゃって出血したりするので、もうこの段階で短く切って、あんまり動かなくします。あとはデータを取ってるんですけど、生まれた日とかいろいろ内容が書いてあって、ボトンの番号とかでこれを見ながら体調管理したりとか離乳日を管理したりします。
端っこの方がいいかな。オスはですね、去勢をしなければいけないと。で、去勢をしないとですね、お肉が臭くなってしまう、獣臭くなってしまうので、どうしても玉を取らなきゃいけないということをやってます。次、4番にワクチン打ちに行って、そのままちょうど離乳する子豚もいるから一緒に、移動します。脂肪が薄いんですよね。子豚の耳ボトンとかもここに打つんですけど、液が筋肉の中に入らないと効果なくって、筋肉に確実に打てる脂肪層の薄い場所に打ちます。長さも子豚の大きさによって長さ決まってて、さっき分娩処理見てもらったじゃないですか。あの時の針はもっと短くて、ちっちゃい子豚には。で、お母さんに打つ時はもっと長いとか、はい。今まで母乳しか飲んでなかった子豚がこういう固形の餌に変わります。なんかこの頃の子豚が一番可愛い、なんか寄ってくるんですよ。ビビリなんですけど好奇心旺盛なんでちょっと待ってるとすぐ一回逃げてまた来るって感じです。ねえ、よしよしよし。これ一番楽しい時です。一番可愛い。ねえ、ねえ、よしよし。はい、ミーティング終わったら今度昼からは肥育舎の方の出荷の作業だとか、そこら辺と、あとは肥育で今修理があるので修理の状況を見に行くっていう感じですね。喫煙所。兼洗濯機があって、ここにタバコ吸いながらの作業が喫煙者の作業ボードがあるんで、作業を確認しながらタバコを吸えると。いや、子豚可愛いんですよね。さっきわさわさって言ってきたのはあれまだ18歳から20歳ぐらいですか。20歳で18日例か20日ぐらいですからね。生後ですよ。あんなにこんなんだったのが。これから今日もミーティングあるんですけど、ミーティングの中で成績の検討をやったりだとか、あとはちょっと月に一遍ぐらいはちょっと幹部連中というか上の人間で集まって、今後の改善計画どうするかとかっていう会議があったりとか、それとは別に取締会で金銭面のどういうふうに投資していくかという、そこで決定したりだとかっていうことがまた別であるって感じですね。であと洗浄と消毒がどこで終わってんのかっていうのをちょっとプラスで貼っつけといてほしいんですよね。従業員の稼働時間に関してもなかなか厳しい過酷な環境だなと。結局従業員あって動物もよく育つので、そこをまず改善しないと、しっかりした生産できないなというところもあったので、そこには投資をして、社員もだいぶ、数も人員も育つようになったというところからですよね。この後は、肥育舎の方で、今日も体側だとか豚の移動だとかが多分肥育が午後あるんで、それを行って、あとは肥育舎で今設備修理、うちの設備課が修理していると思うので、それをここにちょっと顔出してこようかなというところです。お疲れ様です。それ新しいピッカー？そうですね、給水カップ、今はこれが設置のメインになってきてる感じですね。いいね。うちには設備課というものがあって、農場の中でこういう道具があったらいいんだとか、こういう設備になったらすごい買いやすいとかっていうところを設備課が自分たちで作って、農場に反映させるということをやってるので、だから他の農場ではないものがうちオリジナルの設備がついているというのがちょっと特殊なところかなと思います。これパワーアップでちょっと水飲みの今までピッカー直だったやつカップつけてですね、豚が飲みやすいように今改良しているというところです。こんな感じです。チュパチュパのところが中に入ってて水の受けがあるようなやつ。アイディア的なのはカップ自体は昔からあるものではあるんで、農場の成績と
衛生費とか見ながらこれだったらこっちに投資した方がいいねっていうところで今はカップを今つけてるっていう感じです。であとは場所によってはその豚がこう中汚しちゃったりするような場所があるんで、なのでそこの設置場所っていうのはいろいろこの形に確定する前にいろいろ試しながら、その後この形が良さそうだねっていうので進めていろいろ日々こう豚が過ごしやすいように改良してくれてるという設備家の仕事です。ありがとう。じゃあね。はい。70日から今度出荷までは肥育舎というところで大きく育てるためのところに移動します。餌切り替えて、最終的にはちょっと脂肪が乗るような餌に切り替えて異常がないかということを点検するのが離乳肥育のメインのところなので、これ餌箱でここから地上で餌流れてきて、でここからこれちょっと餌が出てくる。これが仕上げの餌なんですよね。一回加熱してギュッとしてそれをちょっと砕いてる餌なんですけど、カロリーがちょっと高めになってて、最後脂肪をしっかり摂取脂肪を乗せて、摂取脂肪が薄くても格付け下がっちゃうんで、豚の値段の上中の格付けとかはもう全部体重の重さと摂取脂肪の厚さ、厚すぎてもダメだし薄すぎてもダメなんですよ。その規格に入るように狙ってやっていかなきゃいけない。豚の販売って規格ものなので、スーパーとかに並んでるパック詰めのお肉見たら大体同じ大きさだと思うんですけども、あれは規格ものなんでそういう風になってると。出荷の重量をしっかり調整して体重測定と出荷選定が、肥育の主な仕事。いやー、あとはバーベキューだ。バーベキューしよう。はい、バーベキューの準備いきます。ちょっとまず買い出して。食べるものはいっぱいあるんで、飲み物の方。基本的には仕事終わりにやってることが多いんで、食べて帰るっていうことが多いですかね。代行がなくて、ちょっと車乗る人に関してはノンアル飲んだりとかソフトドリンク、僕も今日はちょっと車家に置いて迎えに来てもらってた。これがスーパー地元の村のスーパーです。ここで大体みんな買い物してくるんです。ハイボールじゃあデュアーズあたりでじゃあハイボールにします。ハイボールノンアルがいい人用にノンアルあざました。よいしょよいしょ。あ、結構入ってましたね。あんまり買う必要なかったんで。これ自分飲みかけありましたね、前回のが。でもレサーも今月もありますんで、好きなやつで後で一緒に飲みました。ちょっと映えるように肩ロースのローストポーク作ろうと思ってるんで、もう切ってあるんで味付けするだけなんで粉振りかけるだけです。でもめちゃくちゃ美味しいですよ、やっぱり。ただいま戻りました。出さした。味付けはその度に変えるんですけどね、結構市販のいろんな素使ったりとか、スパイス混ぜてみたりとか、僕はこのローストポークと飲み物担当ということで。土地柄やっぱこういうところじゃないとできない取り組みができて、従業員ともやっぱり顔を合わせる機会を増やすことができるっていうのは、うちのいいところかなと。仕事終わってだって自分のところの肉焼いて食べて飲めるんですから最高です、それだけで。はい、自分で作ったものに責任感を持つという意味では、出来上がったものを自分で確認しないといけない、その一環だとは思いますよね。うん、うまい。食べ比べした、これは同じ豚なんですけど部位で全然違うんで、
食べ比べしてみてくださじゃあうまい豚心だ。いただきます。い。どう、富樫君。豚陣。うまい。薄い。うまい。もう薄いのしか出てこないですよ。俺コメント薄いのしか出てこない。豚肉を食べる時って弊社のお肉と比べてどうなるかってことをやっぱ常に考えちゃうっていうところあります。目指しているところがスタンダードの価格でスタンダードよりちょっと上の美味しさを目指しているっていうところなので、お気に入りの豚肉っていうこれお気に入りだからスーパーで今日も買いたい思ってもらえる豚を今まで作ってきたというような感じになってます。やっと黒字化できて、それがやっと数年今続いたっていう状況なんで、これからもっともっとその利益率を増やして、従業員に還元して、で従業員が幸せだったら今度地域貢献して、地域の方にも笑顔を広げていって、でそれが最終的に自給率を増やして日本全体の笑顔の数を増やせるような取り組みを、会社としてやっていきたいなというところが僕のずっと自衛隊の頃からの思いではあるんで、そういうことにつながっていくような会社になっていけばいいなということを思って仕事していってるんですかね。